無機質な建物、それと異様な数の人。0時を過ぎようというにもかかわらず、高校と明かりの灯る街並みをアリスとスノーはかける。ひとまず状況を把握しよう。スノーに促されるがままに六本木の中心地に来たアリスたちは、この世界でも変わることなく存在するナイトメアの群れと遭遇した。下がっていてください。守るために剣を振りかざすアリス。しかし、群衆の目には彼女が殺人鬼のような異常者に映ったようだ。彼らはアリスを拒絶するように叫びながら、チリジリに逃げていった。やめて！来ないで！今すぐその物騒なもんを捨てるんだ！もしかして彼らにはナイトメアが見えていないのか？私は戦い続ける。錯乱状態で刃物を振り回す少女二人組を発見。確保します。アリスとスノーを動く鉄の箱が騒音をまき散らしながら取り囲む。二人は顔を見合わせると剣を下ろし、包囲網の隙間を縫うように駆け出した。鉄の箱が二人を猛追し、しばらくすると辺りに再び静寂が訪れる。その一連の光景を双子の人形たちが観測していた。その傍ら、残されたナイトメアたちは周囲の人間たちに次々と取り付いていく。避けきれず肩がぶつかってしまった。それだけでいきなり殴られた。短気というよりもはや狂気。やけに些細なことで急に暴走するな。この世界の住人の気質なのか？いや、暴走する人を見て驚いた反応をする人間も少なくなかったか。この世界の住人にとっても不自然な状態なの。ならば、この状況の原因は何？おかしい。ナイトメアの数が少なすぎる。それにこの世界のナイトメアはあまり好戦的ではない。むしろ人間の方が危険なくらいだ。しつこくついてくるこの鉄の箱から逃げないと、スノーと話をすることもできない。この鉄の箱を操縦する人間にはまだ理性があるようだ。民衆を引かないよう細心の注意を払っている。人混みに紛れ逃げ続ける。そうするうちに気がついた。人が多い場所ほど
暴走する人の割合が多い。高い塔に群衆が次々と飲み込まれていく。この塔を登れば奴らも追っては来れないだろう。この塔はデパートと呼ばれる施設らしい。見たこともない多種多様な商品が整然と陳列されている。この場所に集まる人間は街にいた者たちよりもはるかに暴走状態の割合が多い。女性搾取だそう狂乱する女性が指さす先には、胸や足元が強調されたシノアリスの宣伝広告が貼り付けられていた。広告を破り捨てようと暴れる女性と、写真を撮ろうとする男性は口論になり、狂気的な殴り合いを始める。止めるしかないか。キリがなさそうだけど。全ての人間が自分が嫌なものを規制した先に何が残るというのだ。この表現は多くの人が目につく場所には不適切です。私は傷つきました。邪魔するなら警察に通報します。死んで罪を償いなさい。死ぬのは貴様らだ。醜い女だぞ。生きなきゃ値しない。正気とは思えない。おとなしくしてもらうしかない。ボートを鎮圧したアリスたち。二人がほっとしたのもつかの間。その短いスカートは何だ。次はアリスたちが攻撃対象となったようだ。空気が乱れる。みんなもそう思うだろう。その号令に賛同した群衆に押されるように、二人は屋上まで追い詰められた。またおとなしくしてもらう。この数は無理だ。増え続けている。スノーは剣を構えるアリスの手を強引につかみ、ビルから飛び降りる。二人を追う者が完全にいなくなる頃には、眩しい太陽が憔悴する少女たちを照らしていた。